リーです。スイス旅行最後はチューリッヒを観光します。電車でチューリッヒに向かう前にまずベルンの駅で朝ごはんを買います。7月12日の夜のハイキングイベントでチューリッヒ在住の方のおすすめスイーツ専門店を教えていただきました。こちらはチェーンでチューリッヒを中心に展開していますが、ベルンの駅に1店舗だけ見つけたので、こちらで朝ごはんを買ってみようと思います。シュプルングリのルクセンブルグリ、ここの名物の小さなマカロンのようなお菓子。チューリッヒ美術館にやってきました。実はたまたまチューリッヒ観光の日を水曜日にしたのですが、なんとここ毎週水曜日入場無料だそうです。普段の入場料は大人1人当たり24フラン、約4600円です。休館では13世紀から現代までの幅広い時代の作品が展示されています。スイス出身彫刻家ジャコメッティの世界最大のコレクションもありました。新館では世界的巨匠の傑作やモダンアートを数多く揃えています。わあ、グロスミュンスターは現在改装中でした。今年の1月から始まって2028年に終わる予定だそうです。ちなみに地元の人からは塩コショウ入れという愛称で呼ばれているそうです。リマト川です。チューリッヒ湖の流出口から始まり、そこから北西へ流れ、最終的には昨日見たベルンのアーレ川に合流するそうです。白鳥がたくさんいます。川の反対側にはフラウミュンスターと聖ペーター教会が見えます。かわいい。お昼ご飯をスーパーで調達してリンドホフの丘までこの道を登ります。ここはチューリッヒの旧市街を見渡せる菩提樹が並ぶ公園です。韓国大ヒットドラマ「愛の不時着」のオープニングで主人公2人がすれ違うシーンのロケ地でもあります。もうなんか5匹ぐらい大量の蜂がここにいます。めっちゃ怖い。ピクニックできない。人が多すぎです。蜂が多すぎです。蜂に追いかけ回されてるのでちょっと逃げます。
ようやくスイスの定番料理チーズフォンデュを試してみます。やっぱりスイスはレストラン高いですね。覚悟してきたんですけど、こうやってくる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 パンをそこに焦げないようにそこのチーズもすくうようにしてくるくる回していけます。このまま食べるとかなり熱いらしいので、ちょっと一回お皿の上に乗せます。いただきます。食べた瞬間、ハイジの世界が目の前に見えました。なんだろう、臨終みたいな話だけど、とっても濃厚なんですけど、全然しつこくなくて、どっちかというとさっぱりとした味わいです。チーズが溶けやすくなるために白ワインが入っているそうなんですけども、白ワインもほんのり香るかなってぐらいで、そんなに強くは感じません。じゃあ今度はポテトもちょっとやってみます。くるくる、これが楽しい、ね、6日目にしても毎日のようにチーズとパン食べてるんで、さすがに飽きますね。早く帰ってご飯が食べたいです。じゃあちょっとこのまま。めちゃくちゃ美味しい。私パンよりも好き。すごい柔らかいポテト。チーズの塩気はそんなに強くないんですけども、ポテトが結構しっかり塩気があって、このバランスがとってもちょうどいいですね。なんか美味しいんですけど、どんどんこうグツ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 チーズがどんどんグツ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 煮詰まれば煮詰まるほどかなり濃い味になりますね。ちょっとしょっ辛い感じがします。飽きるね。飽きちゃう。でも1人分頼めないらしい。2人前からって多くのレストランでは書いてましたので、1人前とあと別のものが頼めたらいろいろ頼めるんですけど、あとこんなに飽きが来ないんでしょうね。マジでちょっとしばらくチーズ見れもしないかもしれない。ブロッコリーとかをつけた。ブロッコリー？もうチーズから遠く離れた世界に行きたい。パンとポテトが大量に来るからもう炭水化物まみれ。かなりカロリー高いよね、きっとスイスの料理って。わあ、お腹いっぱいだ。もうでもだいぶなくなってきた。チューリッヒの夜景を見たくて夜の時間にしたんですけど、なんだか怖いですが、他にも観光客がいらっしゃるのでその方についていきます。行きの道めっちゃ怖かったんですけど、暗くて前の方々がいて本当に良かったです。ここにはてっぺんにホテルもありますね。着きました。ここがチューリッヒの街を一望できる絶景スポットです。写真には収まらないんですけれども、とっても綺麗です。この塔を登ってみます。上がりきるのは1人2フラン必要です。もちろん途中の景色もとっても美しいです。わあ、
怖い。本当にでも怖いな。この時間は一人も観光客がいません。風がビュンビュン吹いて飛ばされそうで非常に恐ろしいです。タワーの真上よりも途中の夜景の方が高さがちょうどよくて綺麗ですね。ここも夜間のハイキングイベントで知り合ったチューリッヒ在住の方におすすめいただいたんですけれども、昼間の方が綺麗だったんですかね。昼間の街の絶景っていうのを何度も見てきたので、夜景を見てみたいなと思って夜にしてしまったんですけど、もうちょっと夕方ぐらいか良かったんじゃないかなって思います。今日でスイスの旅は終わります。チューリッヒから電車で約30分のところにある夢のリンツ工場にやってきました。ほぼ毎日10時から営業しています。私たちがなぜ会場15分前に来たかというと、オンライン予約が売り切れていたためです。3週間先までオンラインの予約がいっぱいで、諦めかけていたんですけれども、 Google の口コミで当日券もあると知りダメ元でやってきました。9時40分に到着したんですけれども、10時半のチケットがまだ2枚残っていたので、無事あと30分ぐらいでチョコレートたくさん食べてきます。どうすんの？なんかできないのかな？できないか。いただきます。美味しい。皆さん、スイス1週間の旅いかがでしたか？スイスの雄大な自然と優しい人々に触れて、たくさんの学びと感動をもらった旅でした。特にルツェルンの可愛い街並みと優雅なレイククルーズ、そしてインターラーケン、グリンデルバルドなど自然をたっぷり楽しめるユングフラウ地方が最高でした。次にまた違う国で新しい発見を探しに行きますので、よかったらチャンネル登録お願いします。高評価、コメントもとっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。チュース。